はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日は、ちょっと反響の大きかったこの間の幽霊の話ね、の続きをしようと思います。で前回の動画でね私が言いました通り、幽霊っていうのはねこれ確実に存在するんですよ。でね、我ながら非科学的だなと思う。科学で証明できないもんね、幽霊の存在っていうのはね、だから幽霊なんて存在しないんだっていうような人もいっぱいいるしね、私もね非科学的だなと思うんですよ。幽霊って本当に非科学的な存在だなと思う。だけどね、体験しちゃってんのね私。もう数えきれないぐらい体験しちゃってるので、もう信じざるを得ないっていうのが私のスタンスね。だからね、経験からしてもう幽霊はもうこれ確実に存在するんですよ。もうね、存在するんです。はい。でね、音量とかね、なんかたたりをなす幽霊っていうのはいないよってこの間の話したと思います。でね、これ私たたられてるかもしれないとか、なんか私恨まれてるかもしれないとか、あの人の音量かもしれないとかね、なんかいろいろとそういうふうな感じで怖がってる人は、多分ね何か自分の心の中に罪悪感があるんじゃない？なんかその人に恨まれるような何かそういう心当たりがあるからそう思うんだよね。あの昔ねあるおばあちゃんからね、相談を受けたことがあって、そのおばあちゃんはねもうね90前半か80後半か忘れたけど、あのお姉ちゃんと2人暮らしだったんだよね。もう本当に高齢のおばあちゃんが2人暮らしで一緒に住んでいる、お家で、両方とも結婚してなくて、姉妹で、ね、もう80歳90歳のおばあちゃんが2人暮らしっていう、兄弟がいたの。それでお姉ちゃんの方が、亡くなられて、でね、でお葬式を挙げたんだけどさ、その妹さんの方がね、お家にお姉ちゃんの幽霊がいるんですっていうの。でお祓いしてくださいって言うんですよ。あらまあと思ってね、困っちゃったなと思って。だってお祓いってあっち行けっていうことだからね、それじゃ根本的な解決にならないからね、その御霊を慰めるお祭りはするけど、払いは払いだけっていうのはお断りしてますよって話をねこの間したと思うけど、まあ自分のお姉ちゃんの御霊様を払ってくれっていうのはよっぽどのことだなと思ってね、何かこう心の中にそのお姉ちゃんが怒ってるっていうような感情がねこのおばあちゃんの中に現れるんだろうなと思って、そこをねちょっと深く聞いてみたんですよ。お姉ちゃんのね御霊様がまだお家におられるっていうことだけれども、どこにいらっしゃるのって言ったら、お姉ちゃんはね寝室にいるって言うんですよ。寝室にまだいるんですっていうのね。でそのお姉ちゃんはあなたのことを見守ってくださってるんだと思うんだけども、なんでお姉ちゃんが怒ってると思うのってね、そのおばあちゃまに私聞いてみたの。そしたらそのおばあちゃんが言うにはね、まあこのお二人結婚しておられなかったから、ご両親がねまだこの二人がそれほど年いってなかった頃にタバコ屋さんをなりわいとして生活ができるようにっていうことで、ご両親がねそのタバコ屋さんをやらせてくれたのね、この姉妹に。そのなんて言うんだろうね、お家がねそういうふうなタバコ屋さんのなんていうか職業ができるように、そういう建物とかねそういったものを残してくれたわけ。でそれでこう2人で生活をしていたんだけれども、やっぱりね年を重ねてくるとねなかなかそういった商売を続けるのって大変になってくるよね。それでねこの妹さんがもうしんどくなっちゃってそれやめちゃったんだよね。タバコ屋さんをね辞めちゃったわけ。そのお姉ちゃんが亡くなった後だったか前だったか忘れたけれども、やっぱりね年のせいで続けるのがあれで、辞めちゃったわけね。でお姉ちゃんがねきっとそれを怒ってるはずだっていうわけ。ね、タバコ屋さん本当は続けないといけないね、親が残してくれた仕事だから本当であればねそれを潰さずに
やっていくべきところだったんだろうけども、私も体がしんどくてできなくなっちゃったから私の一存で閉めちゃったって、きっとお姉ちゃんそのこと怒ってるに違いないって、これだと思ったのね。そのお姉ちゃんの御霊様が出てるっていうのはこれは本当なんで、実際にそこのご寝室にねおられたみたい、でね、それがね私には高齢者2人で住んでいるご家庭でね、自分が亡くなって妹さんが一人ぼっちで住んでるわけでしょ。それはもうお姉ちゃんからしたら心配だよね。だって妹だっていい年だものね。大丈夫かしら、私がいなくなっちゃってこの子平気かしらって感じでおそらく見守りに来てるんだろうなっていうのは私には分かったけど、このお姉ちゃん、この妹さんにとっては全く違う意味に移っちゃうわけ。なんでかっていうと罪悪感があるからね。お姉ちゃん怒ってるからってこう思い込んじゃうわけよ。そうすると御霊はただそこに現れているっていう一つの現象なんだけれども、それをね私の視点で見るのとその彼女の視点で見るのとでこのね御霊の存在の意味っていうのがね全く変わっちゃうわけ。私にとってはそれはもう守りに来ている御霊、守護霊って言ったらねちょっとなんかスピリチュアルすぎちゃうかもしれないけど、守りに来ている御霊様ね、守りの、御霊として出てきているって私は思うんだけど、この妹さんからするとなんか怒ってるみたいな怨霊みたいな感じに映っちゃうのかな。ね、だからそれだけお姉ちゃんに怒られちゃうっていう罪の意識があるわけだからね、いやいやそんなことないよってね、お姉ちゃんだって分かってくれるよそれはって、っていう話をいろいろとさせてもらって、でこの妹さんにね、こう分かってもらって、お姉ちゃん絶対にあなたのことを怒って出てきてるわけじゃないのよって、見守りに来てくださってるんだから、そんな風にお姉ちゃん怒ってるなんて思ったらお姉ちゃんがかわいそうだよってお話をしたらね、このおばあちゃんも分かってくださって、じゃあ先生私どうしたらいいだろうって、お姉ちゃんがまだお部屋にいるんだけれども私どうやってお姉ちゃんとお付き合いしたらいいのって言うから、お姉ちゃんの好きなものをお供えしてあげたらどうって言って、ね、生前好きだった甘いものとか飲み物とかがあったら、ね、それをお姉ちゃんにこうお供えしてあげるって、そしたらお姉ちゃんお喜びになるかもしれないし、自分の存在に気づいてもらえたっていうことがね、お姉ちゃんにとっては嬉しくなった。私こうやって守りに来たけどちゃんと妹には見えてるんだって、ちゃんと妹が私の存在に、気づいてくれたんだって思うと、それでお姉ちゃん喜ぶからさっていう話をさせてもらった。そしたらね、この妹さんのおばあちゃまもね、お姉さんにいろいろとこうお供えをしてね、でそうするようになって、でねしばらく経ってからまた来てね、先生私お供え物をしたんだけれども、そのお供え物が減らないんです、お姉ちゃんが食べないんですっていうのね、可愛らしいね。それ肉体がないんだから食べないよ、減らないよって、それはね別にこの肉体があって口があってもしゃもしゃって食べるわけじゃないんだから、お供え物が減ることはないけれども、でもねあなたがその亡くなったお姉ちゃんが生前こんなものが好きだったなとか、お姉ちゃんこれが好物だったな、いろいろあなたが思い出してそれをお供えするわけでしょ。そのね気持ちが嬉しいんだよ、その気持ちをお供えするんだよってね。だからそのものを奉るんじゃなくて、そのものに込めた思い、そのものに託した思い、お姉ちゃんの好物を思い出すとか、お姉ちゃんがそれを食べていて笑顔だった姿を思い出すとか、それが心のこもったお供えってことになるんだからっていうお話をねさせてもらったの。でだから御霊様がどういうふうに出てくるのかっていうのはね、本人の思いっていうものを投影するんですよね。だから例えばほらお墓参りにしばらく行けてないからね、先祖がこう化けて出てくるんじゃないかとかね、それはだってほら最近お墓参り行けてないなって罪悪感があるからそう思うわけでしょ。必ずね何かこう怨霊だなんだっていうふうに思う人っていうのは何らかの罪悪感があるんだよね。でそれはねよくわかる。だってね海外のホラー映画ってね私全然怖くないんですよ。もうジェイソンとかもねうわーっと思うけどね、もうあんなの出てきたら嫌だなと思うけど、もうね背景があんまりこう悲しくないんだよね。なんかこう勝手に怖いのが出てきてやたらめったら無差別に殺していくっていうのはね深みがない。だけどね日本のホラー映画ってすごい怖いんですよ。なんで日本のホラー映画ってねこんな怖いのかなと思うとね、
みんなねその怖い存在がそういうふうに復讐する背景にねすごい悲しい物語があったりするでしょ。ね、リングの貞子とかさ、ね、四谷怪談のお岩さんとかさ、ね、みんなすごいこう悲惨な思いをさせられて、ああこんなに悲しい思いこんなに苦しい思いをしたらさぞや恨みも深いだろうなって、そういう背景があるからなんかねものすごく怖いんだよね。うん、だけど海外のなんかね大した理由もないのにうわーって出てきて関係ない人を殺しちゃうのはねあんまり私にはね怖くないんですよね。まあ、そんなやたらめったら無差別に八つ当たりするような存在っていうのはそんな大した恨みもなかろうし大したことないなと思っちゃうのかなね、だからこういうね独特の感情なんか我々が、怨霊だなんだってね霊を御霊のことを怖がる時というのは何か自分の心の中に罪悪感があったりそういったことが多いからその罪悪感が原因だからねそこをどうクリアしていくかっていう部分がね大事になってくるのかもしれないね、とにかくね御霊は我々人間のことを害そうなんていうことはね一切考えておられない、だからもし、身近な御霊様のことをねお祭りしたいって時は先ほどのおばあちゃんの例にもあるようにね心を込めてなんかその御霊様のことを思い出してあげたり手を合わせてあげるっていうことがねできておれば何の心配もいりませんからね。だからまあなんかいろいろそんな御霊絡みのね御霊様絡みの心配事なんかいろいろ持ってる方はねこのコメント欄に残しておいてください。そしたら私もいろいろとアドバイスして差し上げることができるのでね。そういったことでまたチャンネル登録と高評価の方も引き続きよろしくお願いします。じゃあまた会いましょう。